問題です。垂直跳びでどちらの意識がより高く飛べるでしょうか。 A、膝と股関節を全力で屈伸してと意識してもらう。 B、全力で地面を蹴ってと意識してもらう。これは実際に行われた研究なのですが、結果は B の圧勝でした。なぜそのような結果になったのでしょう。今回の動画ではその答えとなる正しい意識の仕方について解説していきます。この動画の流れはこちらです。意識性の原則、トレーニング効果を最大化する意識の仕方について、内的意識、外的意識とは何か、意識しない方が良いケースについて、練習における最も大切な意識とは何か。今回の動画だけでも意識性の原則について理解できますが、前回の動画を見た後の方がより理解が含まれますので、まだ見ていない方はぜひ前回の動画から見てみてください。では1からいきましょう。冒頭で垂直跳びの研究報告を紹介しましたが、A と B の意識の違いは内的意識と外的意識の違いになります。関節や筋肉の動きといった自分の体の内部に意識を向けるのが内的意識です。そして地面を蹴ってなど外への作用に意識を向けるのが外的意識です。この研究では B の方が成績が良かったので、垂直跳びでは内的意識よりも外的意識の方がパフォーマンスが良かったということになります。こういった研究報告はベンチプレスでもゴルフのスイングでも 100m 走などでも同様の結果が出ています。運動というのは何十個もの関節や筋肉がバランスよく働くことで成り立っているので、内的意識のように特定の筋肉や関節ばかりに意識を向けると全体としての協調性が乱れ、パフォーマンスは低下してしまうようです。しかしだからといって内的意識が良くないというわけではありません。特に特定の筋肉を強く大きくすることを目的とした筋トレでは、やはり内的意識の方が効果的なのです。例えば懸垂をするとします。広背筋を鍛えたいという明確な目的があるなら、まずは広背筋を意識してと内的意識でトレーニングするのが良いです。ただし何回懸垂できるかを計測するのが目的だったり、腕を引きつけるというパフォーマンスを高めるのが目的なら、広背筋なんて意識しないで全力で体を引き上げることを意識する外的意識の方が断然良いです。さらに新たなフォームを身につけるときにも内的意識は必須です。例えば投球フォームを改善したいとして骨盤を左にひねりながら体重移動するとか、左肘を外から下に引きつけるなどの意識です。そういった内的意識をしながら反復練習し、フォームを身につけていきます。そしてある程度フォームが身についてきたら外的意識へチェンジすると良いです。例えば地面を蹴り返すようにとか、とにかく思いっきり腕を振るなど、細かな関節の動きというより全体的な動きへの意識が効果的です。そうすることで全力を発揮することができ、さらにパフォーマンスを上げることができるでしょう。ほとんどのトレーニングは何かしら意識をした方が良いのですが、一つだけ意識しない方が良いケースがあります。それは本番同様の練習においてです。陸上選手ならタイムトライアル、球技などのスポーツなら練習試合などです。例えば野球のピッチャーが打者に投げるときに胸が開かないようにとか、体幹をもう少し傾けてとか考えていては全力を発揮できなくなってしまうのです。その理由は主に2つあります。まず人は基本的には一つのことにしか集中できないということです。体幹をもう少し傾けて腕を振り抜くと意識しながら、バッターの状況や試合全体の様子にも意識を向けるというのは、右手で文字を書きながら左手で絵を描くくらい無理です。2つ目は脳のエネルギーの消耗です。脳も使えばエネルギーを消耗するし、それは直接体力にも関わってきます。特に持久走などではこれが顕著に現れるようです。持久走の本番は戦略について少し考えるくらいにして、フォームのことは無意識で走った方がパフォーマンスが上がるでしょう。フォームについては普段の練習でしっかり考え抜いて意識して反復練習していれば、徐々に無意識でも体が動くようになってきます。そうなってきたら本番同様の練習ではできるだけ無意識で行い、状況を俯瞰する。それが効率的な意識の仕方です。ここから話す内容は僕が最も伝えたい内容です。もし今の僕が中学生の頃の僕に一つだけアドバイスできるとしたら、迷うことなくこの話をします。無意味な筋トレするなとか、一つの練習ばっかりやりすぎるなとか言いたいことは山ほどありますが、一つだけ伝えるなら絶対にこれです。
これを教えるだけで僕はインターハイに手が届いたかもしれないと思えるほどです。どんなジャンルであれ、少しでも上を目指しているなら、これまでの内容は忘れてしまったとしても、ここから話す内容だけは覚えていってください。練習における最も大切な意識とは、練習は本番のように、本番は練習のようにというものです。なんだそんなことかと、そんなの知ってるよと思う方が多いかと思います。ですがこの言葉の意味をしっかりと理解できている人は10人に1人もいないと思います。皆さんは普段の練習の時に文字通り本番のように意識して練習していると言えるでしょうか。例えば野球のノックの際に、今は最終回、ここでエラーしたら得点が入って負けてしまう。絶対に取ってやるという気持ちで向かうとか、スポーツ以外の例えば吹奏楽部の合わせ練習でも、今はコンクールのステージの上、金賞を取るためにみんなと一体になって最大限の表現をするんだという気持ちで練習する。それが本番のように練習するということです。それくらいのイメージと意識が必要なのです。この本番のように練習するというイメージトレーニングの効果は研究で実証されていることでもあります。そしてそれはよりリアルにイメージできた人ほどパフォーマンスを高める効果が高く、本番に強くなるのだそうです。その理由は心身の状態にあります。普段の心身の状態と本番の心身の状態は全然違います。具体的に言うと、血液中のホルモンバランスが全然違うのです。よく耳にする興奮作用をもたらすアドレナリンをはじめ、人によっては各種のストレスホルモンが大量に分泌されます。これは闘争反応と呼ばれるもので、体や脳の反応に大きな変化が生じます。心臓の鼓動は速くなり、呼吸が浅く速くなります。脳の思考回路は急加速し、感覚は研ぎ澄まされ、反射スピードは向上しますが、複雑な思考力は鈍ります。内臓の血流は低下し、人によっては腹痛や気持ち悪さを感じます。また、血流は大きい筋肉に集中し、手先や表皮の血流は低下するため、手足は冷たくなります。大きなパワーは発揮しやすくなりますが、細かい体の制御は乱れやすくなり、場合によっては手足が震えます。このホルモンの身体反応、闘争反応は重要な局面であればあるほど大きな反応として現れます。この反応により体の制御が効かなくなり、普段の練習ではありえないようなミスをするなんてことはよくあることです。実際に経験したことがある人も多いのではないでしょうか。逆にこの身体反応による反射スピードの上昇やパワーの上昇をうまくコントロールできれば、普段の練習の時以上のパフォーマンスを発揮できることもあるでしょう。繊細な動きを制御する種目なら、できるだけ体の制御が乱れないようにしつつ、研ぎ澄まされた感覚を利用して、より繊細で豊かな表現ができることもあるでしょう。ではどうすればこのホルモンの働きによる闘争反応をうまくコントロールして、本番でのパフォーマンスを高めることができるのでしょうか。そのためには何度もそのホルモンバランスを経験するしかないのです。つまり何度も本番を経験することです。しかしそんなにしょっちゅう大会があるわけでもないですし、頻繁に大会がありすぎてもそれはそれで効率の良いトレーニングにはならなかったりします。そこで重要なのが本番のように練習するということなのです。そうすることで何度も本番同様のホルモンバランスを経験し、コントロールできるようになっていきます。そしてそのためにはできる限りリアルに本番をイメージする必要があるのです。それこそ心臓がドキドキするほどリアルにイメージすると良いです。そうやってしっかりとイメージし、全力で練習することを繰り返していれば、試合のようなホルモンバランスで体を動かすことに慣れてきます。そうなれば間違いなく実際の本番でパフォーマンスを上げることができるでしょう。リアルなイメージというのは、例えば陸上競技なら、競技場全体を可能な限りリアルに思い浮かべ、隣にはライバル選手がいる、そして観客もいる、一発本番の決勝をイメージして全力を出し切るという感じです。好きな人が応援に来ていると想像しても良いでしょう。それだけでいつもの練習よりは心拍数も上がり、内容の濃い練習ができると思います。そして逆に本番の時は気負いすぎて失敗しないよう普段の練習のようにプレーすることで体の制御は保たれ、全力を発揮できるでしょう。これが本番に強くなるということです。そしてさらに本番のように練習することにはもう一つの大きなメリットがあります。それは闘争反応を利用することで筋力や神経系を強化することができるということです。皆さんは人間の筋肉は全力を発揮することはできないというのを聞いたことがあるでしょうか。
平常時には思いっきり力を入れたとしても、筋肉が持つ本来の力の7、8割ぐらいしか発揮できないようになっているんです。人によっては5、6割しか発揮できません。これは筋肉や関節を痛めないようにするための体の防御反応で、いくら全力を発揮するぞと意気込んでも意識的にはどうすることもできません。トレーニングで筋肉を太く強くさせるためには、ある程度まで筋肉を痛めつけ追い込まなければなりません。それは皆さんご存知でしょう。しかし、そもそも筋肉には制限がかかっているので、トレーニングで追い込むのは意外と難しいものです。一方で、大会の時は1試合しかしてないのに、ものすごい筋肉痛になったなんて経験がある方も多いのではないでしょうか。それは闘争反応により筋肉の制御が取れ、より 100% に近い筋力を発揮したからです。もし普段の練習でも、本番をリアルにイメージし、闘争反応を利用できれば、筋肉には大きな負担がかかり、トレーニング効果がアップすることでしょう。ただし、通常のトレーニングよりも強い筋肉痛が出ることがあります。しっかり休息もとって、体のケアもしつつ、うまくトレーニングメニューを組めば、短期間でも筋力や反応スピードが向上し、大きくパフォーマンスアップすることもあるでしょう。逆に普段の練習でこういった意識がないと、本番の時だけいつもの練習のようになんて意識したって何の意味もありません。なぜなら先ほど説明した通り、普段の練習とは心身の反応が全く違うからです。これでは普段の練習では軽自動車を運転してて、本番ではスポーツカーを運転するというくらい違います。いつも通りなんてできるわけないんです。本番でいつも通りのパフォーマンスを発揮するためにも、普段の練習で本番をイメージするんです。そして普段から本番をイメージして練習した上で、大会本番ではいつもの練習のようにプレーすることを意識すれば、きっとあなたの持っている全力を発揮できるでしょう。練習は本番のように、本番は練習のように、ぜひ明日からのトレーニングにこの意識を取り入れてみてください。では、前回の動画も含めておさらいです。最初に意識する前の大前提として、競技やトレーニングの知識を得るよう努力しましょうということでした。そしてまず、内的意識で自分の筋肉や関節の動きに注意を向けます。内的意識をしつつ、正しい筋トレ動作やフォーム改善を行うと良いです。ある程度フォームが身についてきたら、外的意識にチェンジしていき、外への作用に意識を向けます。全力を出したり、さらにパフォーマンスを高めるための練習をしていきます。試合形式など本番のような練習をするときは、自分の体の動きは意識しすぎず、全体の状況を俯瞰して練習をするということでした。そして最後に最も大切な意識として、練習は本番のように、本番は練習のようにという内容についてお話ししました。ぜひこの意識性の原則を明日からのトレーニングに活かしてください。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方は高評価をいただけると嬉しいです。また今後も皆さんの役に立つ動画を配信していきたいと思いますので、トレーニング理論や競技のバイオメカニクスなど詳しく知りたい内容がありましたらコメントでリクエストでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。